はい、どうもこんにちは。今日は渡るの靴、アウトドア靴を完成させます。前回出し縫いをした後ラバーソールを貼るっていう話をしたんですけど、貼りました。こんな感じです。ミッドソール2枚貼った後にこのビブラムの100番っていうソールですね。かなりよく使われるやつなんですけど、これを貼りました。で、削ってあります。かかとの部分はこのラバーソールの上に1枚革を挟んでかかとのゴムをくっつけました。でこの動画では最後の仕上げと磨きをやっていきたいと思います。で今コバがまだ色を入れてないのでコバインキで染めたいと思います。出し縫いの糸も染めます。はい、こんな感じになりました。なかなか良さげです。でここに軽くローを塗り込んでいきます。ゴムの部分を塗ってもしょうがないんで、この皮の部分に塗っていきます。このコバにコテをかけます。使うのはこのズボラゴテですね。普段かかとにしか使わないんですけど、今回はここ下がラバーソールなので、ソールからかかと全部このズボラゴテ1本でいきます。はい、こんな感じでゴムのところは光らせず皮だけ光りました。このラバーソールっていうのはこのミッドソールに接着だけで貼り付いてるんですけど、多分大丈夫なんですけど、一応より頑丈に固定するためにこいつステンレスビスを使います。ここにビスをねじ込んでこのラバーソールとレザーソールを固定します。はい、こんな風に1234567箇所固定しました。よし、ソールの仕上げが終わりましたのでアッパーを磨いていきたいと思います。まずは仮の紐を切ります。じゃあこのクリームをたっぷり塗っていきます。この靴のアッパーは少しオイルが入った革なんですけど、作ってる途中釣り込み終わった後とかに3回ぐらいオイルをね塗り込んでおきました。オイルは少し染み込むのに時間かかるのであらかじめそれはやっておきまして、今回はこの乳化製のクリーム、油性のクリームで輝きをね増していきたいと思います。今オイルを塗っちゃうと完全にもう表面がこうマットな感じ、オイリーなぬめっとした感じになっちゃって仕上げができないのであらかじめやっておいたという感じです。その効果があってちょっとね今表面がねもともと若干あったんですけど、よりこうオイリーな感じ、少しぬめっとした感じの表面になってますね。じゃあ次はこの油性のサフィールのクリームを結構多めに取ります。それでがっつり塗ります。では最後にワックスを少しねかけます。この靴はアウトドアな靴なんでワックスなんかねかけてるような靴じゃないんですけど、最初かけてはつま先がちょっと光ってる方が渡るが喜びそうなんで一応かけておきます。
森で履いたら一瞬でなくなっちゃいますけどね、光沢は。最後はね、ヤギ毛ブラシで全体を磨きます。よし、できた。じゃあ木型を抜きます。中敷きを入れるんですけど、また何か書こうかな。なんて書こうかな。ぐちゃぐちゃになっちゃいましたが、達筆っぽい感じ、雰囲気だけこれ靴に入れると多分ね、いい感じになりますよ。じゃあこいつを入れます。はい、貼れました。どうですかね。パッと見雰囲気はあるんじゃないでしょうか。最後の靴紐を入れます。靴紐はこんな感じの太めの紐を買いましたので、これを入れていきます。トリッカーズみたいな靴紐です。はい、完成しました。色入れて磨いて一気に印象変わりましたね。すごいいい感じです。靴が完成したんで、いつものようにデザインとこだわりを話していきます。この靴のアッパーはここに飾りの手縫いステッチがこう Y 字に入ってまして、で外羽のダービーですね。紐の穴は4つで、後ろかかとはこんな感じで縫い割りでドッグテールがついてます。でソールがトリプルソールですね。この光ってる部分がレーザーなんです。一番上がストームウェルトがついてます。この立ち上がりがあるウェルトですね。ストームウェルトがついて、ミッドソールが1枚2枚ついてからのビブラムナンバー100っていうソールがついてます。でこのソールは接着とビス留めしてますね。でアッパーの革は少しオイルが入った革で、さらにそこにオイルを何度か入れてるので、触った感じでもオイルの感触をね感じられるぐらいな、ちょっと湿り気のある感じがします。でこの革なんですけど、結構色ムラのある革で、例えばこの左右、こっちの方がこの辺の色が濃いですね。こっちの方が色が薄いです。でそういうパーツによる差だったり、同じパーツ内でも例えばこのパーツ、ここ結構色濃いんですけど、この辺ね色が薄いですね。これは吊り込んで引っ張った時にオイルが移動してプルアップして、これね色が薄くなったり濃くなったりっていうところがあります。それとやっぱりトリプルソールですかね。ウェルト 3mm、ミッドソール 3mm、3mm のソール 10mm なので、全部でまあ 19mm、およそ 20mm なんで、なかなか存在感のあるソールで気に入ってます。でこのレザーがピカピカに輝いて、ゴムは全然輝かないっていうこのねコントラストっていうか、この辺もいいなと思います。で今回はあえて出し縫いの目付けはしませんでした。ここにギザギザを入れようかどうか迷ったんですけど、今回は入れずに結構ねすっきりとしたウェルトの印象になったかと思います。で出し縫いも結構内側目を縫って小刃もあんまり張り出さないようにしたので、上から見るとかなりすっきりめな印象じゃないでしょうかね。で必要はないんですけど、デザイン的にこの紐の部分のパーツはこのパーツの上にかぶせてます。でこのアンティーク色の外ハトメに太めの靴紐、セルもアンティーク色なんで、この辺の雰囲気も結構気に入ってますね。という感じですね。で渡るの足が結構ねマッチョでどっしりとした足で、すごく幅が広くて甲も高い、なんかすごくね容積の大きい足で、今回アウトドアな靴ということでマッチョな足を割とそのまま木型にしたという感じで、靴自体もマッチョな雰囲気に仕上げてみました。結構ね木型の起伏が飛んでるんで、こうやって光に照らすとうねうねと光が動いて、すごく立体感のある靴ですね。今結構クリームでこれ輝いてるんですけど、オイリーな革なので、こう磨いていくうちにクリームというよりは革自体の輝きがねどんどん出てくると思うんですよね。履きじわもしっかり入って、で傷もたくさんついてね、それを磨いて履いてっていうのを繰り返す、すっごくかっこいい靴にこっからねどんどん進化していってくれるんじゃないかなと思ってます。この靴はモリジンの相方渡るに渡す靴なんですけど、それを渡すところと履いてもらうところ、いろいろ話をするところ、
そんなところ動画にしようと思ってるので、このアウトドア靴の最終回ぜひ見ていただきたいなと思います。多分渡した瞬間渡るはギャフンと言ってくれるんじゃないでしょうかでこれまでの工程は概要欄にリンク貼っておきます。採寸から仮靴を作ってフィッティングとか、芯を作ったり中底作ったり釣り込んですくい縫いしてっていう、そういうね詳細を動画にして記録してありますので、よかったらぜひ見てみてください。で完成の写真インスタグラムにアップしますので、よければそちらもチェックしてみてください。というわけでアウトドア靴完成です。渡るに渡すのがすごく楽しみです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。